こんにちは、6204チャンネルです。このチャンネルでは IoT 初心者のための情報を配信しています。今回はメイクコードの操作と基本ブロックの使用方法について解説します。今回の動画内容はメイクコードの基本操作について勉強していきます。内容としてはエディターの画面構成、エディターの基本操作、基本ブロックの使用方法、プロジェクトの作成と保存、マイクロビットへのデータ書き込みについて解説をします。メイクコードを起動するには、ここにある、こちらのアドレスにログインしてください。そうすると、こういうような画面、ホーム画面が出てきます。で、ホーム画面から新しくプロジェクト、すなわちプログラムを作る場合ですね、こちらのボタンを押します。そして、以前作ったものを修正したい場合は、こちらの方のタイルを使用してですね、プログラムを読み込んでいきます。プログラムは通常ですね、こういうようなウェブの記録領域に保存されています。それを読み込んで、エディターに行くんですね。メックコード、エディターの方に行くとこういう風な画面になっていきます。で、こちらに戻りたいときは、このマイクロビットのこのアイコンのここのボタンですね。あるいはホームボタン、ここありますけど、それを押すと元に戻ります。新しくプロジェクトを作りたい場合ですね、こちらのボタンを押して、このダイアログを表示します。そしてここにプログラム名を入れます。で、下にオプションあります。これは、通常は扱わなくて大丈夫です。選択肢としてはですね、3つのブロック、Java、Python っていう3つのプログラムを動かすことができるモードと、Python だけ動かすことができるモード、JavaScript だけ動かすことができるモードを選択することができます。ここを扱わなければ、この3つのプログラムを扱うことができます。そうすると、こちらの画面が立ち上がります。で、ここで、入力されたプロジェクト名はこちらの方ですね。エディターのここに反映されます。ここで名前を変えれば、こちらの方の名前も変わってきます。メイクコード上部の機能ですね。ここにあるバーですね。こっちがホームボタンと同じ機能をします。こちらがホームボタンですね。そしてここの真ん中の部分で、使用する言語を選ぶことができます。デフォルトとしてはブロック、プログラムになっています。そしてこれが共有ボタン、ヘルプボタン、設定ボタン、そしてサインインボタンがあります。サインインと共有についてはまた別の動画で説明します。メイクコード下部の機能ですね。こちらがマイクロビットへのプログラムの書き込みボタンになります。そして、プロジェクト名のボックスですね。そしてここが PCA のダウンロードボタンになります。これを押すとダウンロードフォルダーの方にですね、プログラムが保存されます。そして、GitHub リポジトリへの書き込む、作成ボタンですね。これについてはまた別に扱います。そしてプログラムの編集を戻す、進めるボタンになります。で、画面の拡大縮小、この部分ですね。拡大縮小を行うボタンがここにあります。真ん中の部分ですね。こっちがシミュレーター。ここで作成したプログラムエリアで作成したプログラムをここで随時実行していきます。
で、ここの真ん中がツールボックス。機能別に整理されて、ここに格納されています。ここを押すとこういう形で各部品を見ることができます。この部品をこちらに引っ張り出してですね、ここでプログラムを作成していきます。で、こちらの部分ですね、これが、シミュレーターの部分を閉じたり、開いたりすることができる、ボタンになってきます。シミュレーターのボタンですね。こっちからですね、停止、そしてリセット、そしてデバッグモード、そしてこちらがミュート、音のミュートですね。そしてスクリーンショット、スクショが撮れるカメラのマーク、そして全画面、を開いたり閉じたりする、この時に使うボタンですね。で、シミュレーターを閉じるボタンというような形になります。それでは、メイクコードエディターの使用方法について説明します。まずは上段の方ですね。こちらの方のバーの方から説明します。こちらの方ですけども、これがホームボタンですね。これがこういうふうに押すとですね、こちらの方のホームに戻ってきます。そして、こちらの方ですね、新しいプロジェクトをこう押せば、ここでプロジェクト名をここで、例えば04とかそういう名前をつけてですね、ここで作成することができます。通常はここのコードオプションのところは扱わなくていいです。これを押すとですね、こういう風な形でブロック、JavaScript と Python っていうのが、扱わない場合は選択された状態になっています。で、ここを下に押すとですね、Python だけでプログラムする場合、JavaScript だけで、プログラムする場合というのが選択肢として選ぶことができます。通常ここ扱わなくて、OK を押して、作成をしてですね、エディターに進みます。そうすると、ここのエディターが表示されます。で、エディターに戻る、エディターからホームに戻るのは、このボタンを押して、戻るんですけども、これと同じ機能としては、ここのマイクロビットのアイコンですね。これを押しても同じです。ここに戻ります。で、今、新しく作成した部分がここに出ますね。過去に作成した部分がこういうふうな形で、出ます。で、もっとここ見たい場合は、このマークですね。もっと見るボタンを押すと、こういうふうな形で、見ることができます。で、すべてのプロジェクトを見たいときは、ここで、これを押すとですね、こういう形で全てのプロジェクトを見ることができます。それでは、先ほど、ここですね、これを押しましょう。そうすると、ここに戻りますね。で、次に、この真ん中の部分ですね、ここが白くなっているのが今、選んだプログラムの作成方法になります。今、ブロックがオンになっているので、ブロックプログラムが可能ということですね。こちらの Python を選ぶと、Python の、文法で、プログラムを作成することができます。で、ここを下を押すと JavaScript でもプログラムをすることができます。今回はブロックプログラムで結構ですので、このままで行ってみてください。そして、このホームの横ですね。これが共有ボタンですね。この部分についてはまた、別の動画で紹介したいと思います。そし
してこちらのボタンが Help のボタンになります。Help で、ここのリファレンスとかを参照することができるようになっています。そしてこっちが設定ボタンですね。デバイスに接続するとか、そういうとか印刷するとか、そういうことができるようになっています。そしてこちらですね、ユーザーメニューとなってますけども、これを押すとですね、サイン、してですね、データを共有するとか、そういうようなことができるようになっています。はい。それでは、この、真ん中の画面ですね、これですけども、こっちがシミュレーター。ここでプログラムを作ったら、その実行結果をですね、PC 上でシミュレートして、ここで様子を見ることができます。そして真ん中ですね、ツールボックスと言われるものがあります。こちらがいろんな部品が登録されています。基本のとこを押すとですね、全部青で、基本に属するブロックがここに表示されます。で、ここにあるものを、こちらですね、プログラムエリアっていうところに、こういうふうな形で持っていって、それを、例えば最初だけのブロックのところにここに持ってはめるとですね、この例えば数を表示っていうのが今0になってますよね。0っていうのがここに表示されるっていうような形で、ここでプログラムを組むことができるようになっています。で、こちらですね、ここの横にシミュレーターを隠すっていうのがありますね。これをこう押すと、こういう形でシミュレーターを隠して、この領域を大きく表示することができるようになります。また、戻したいときはこのボタンですね。こう戻すとシミュレーターが、表示されてきます。そして、例えばここで、これをここに取り付けますよね。そしてもう一個取り付けましょうか。ここで、これを持ってきてここに取り付けます。そうすると今、こう、プログラムが0を表示してハートマークを、ハローを表示するというような、こういうふうな流れとなりますよね。で、プログラムが実行されます。この時ですね、ここで、このボタンですね、ここが停止ボタン、リセットボタンというふうになってます。で、リセットボタンをここで押してみましょう。そうすると、プログラムが最初から実行されてきますね。で、途中でやめたかったらこれを押せばですね、その時点で止まります。もう一回やってみましょう。リセットして、途中で止める。で、また再開というような形で、動かすことができます。で、こちらのボタンですね、デバッグモードって書かれていますけども、この部分は、プログラムの中で変数を使ったりするとですね、その変数が今の状態がどうなっているかというのを、ここで、確認することができます。それからこっちがミュートボタンですね。音が鳴らすのをですね、消音させる、音を止めるボタンになります。これが音が止まった状態ですね。そしてこっち音をまた出すときのボタン。そして、例えばこれを、実行しましょうか。もう一回、ミュートで、ここでカメラボタンを押すと、ここに、スクリーンショットがですね、保存されます。で、ファイルは、こういう形でですね、スクリーンショットが撮ることができるのが、このカメラマークになります。それから、こちらですね。こちらが、
これは全画面表示のボタンになります。こういう風なシミュレーターだけを大きな画面で見ることができるようになっています。で、こっちが縮小ボタン。これが真ん中の機能ですね。そして、下段のここの部分が、このダウンロードというこのボタンを押すとですね、マイクロビットにデータを書き込みます。そしてその横、こっちが、プロジェクトの名前、になります。ここで、04ってなってますけども、ここで名前を例えば05に変えて、やるっていうのをここで、行うことができます。そしてここは保存ボタンですね。これはパソコンの方に、保存するボタンになります。通常これを押さなければ、このブラウザの中に保存されるということになるんですね。先ほどの画面で出たような、形でブラウザ上に保存されます。そしてこちらですね。今、このブロック、このブロック、このブロックというのに追加していきましたよね。ここで、これをちょっと見ていきましょう。これを押すとですね、元に戻すという形で、今こっちからこっちに戻しましたよね。で、もう一個戻してみましょうか。そしたら位置が、ここに、ずれてますね。で、ここを押すと、ここ消えましたよね。そしてここを押すと、元に戻したもののやり直しボタンになります。こういう形ですね。これを押すと、こういう形で、ワンステップごとにですね、やり直すことができます。そしてこっちが画面の縮小、拡大、縮小、ここでは拡大。そういうような形になっていきます。それでは基本ブロックの使用方法について説明していきます。この部分、基本のところを押すとですね、こういうような形でブロックが出てきます。数字を表示、そして、こういうような LED 画面に表示というのが、こういうようなブロックですね。そしてアイコン表示、そして文字列を表示。これらのものはですね、ここの LED ディスプレイの方に、表示される命令となってきます。そして表示を消す。そしてずっとブロックですね。永遠にこう繰り返すボタン。そして最初だけブロック。これはプログラムの最初だけ実行されるもの。一時停止ボタン。そして矢印を表示というブロックになります。以下、個々のブロックについて説明をしていきます。最初は数字を表示するブロック。このものですね。これをブロックを使います。ここに数字を入れると、こういう形で、LED ディスプレイに1文字だけ表示されるんですね。2文字、3文字となると、このディスプレイが横にスクロールしていくようになってきます。で、プログラムの実行っていうのは、あるきっかけとなるイベントが必要となっていきます。例えば、プログラムが立ち上がったとき、最初だけですね、プログラムがスタートしたときだけ1回実行するブロックがこのブロックになります。この中にこの数字を表示っていうのを入れると、プログラムが立ち上がったときだけ、この中を1回実行するということになります。あるいは、電源が入ったときですね、そしてリセットボタンが押されたとき、このブロックが表示されます。イベントはですね、他にもですね、ボタンが押されたときというブロックがあります。例えばボタン A が、これが押されたとき、この中を実行するというような、形になります。マイクロビットの特徴としてはですね、イベントが発生したとき、その
ブロックの中に書き込まれたものが実行されるっていうのが特徴です。次は文字を表示するブロックですね。これを実行すると、コードの中にですね、この文字が表示されるようになります。こういう形ですね。これで表示されます。それでは数字と文字を表示するプログラムを作ってみましょう。初期状態ではこのようになっています。そこでこの ZUT っていうのブロックは必要ないので消します。消す場合はこういう形で選択して、この真ん中のこの部分ですね、この部分に移動してやる。あるいは、今ずっとですね、これを選んでやって、デリートキーで、消してやる。この2つの方法があります。それでは、数字を表示ですね。これを選びます。で、この中に入れるとき、こちらの方のくぼみとこちらが合致してますね。この場合には、これを結合することができます。そうすると、最初だけというイベントが発生すると、プログラムが、ここで実行されます。最初だけは、プログラムがスタートすると1回だけ実行するブロックになります。ここで数字を、書いてやりますね。例えば1っていうふうに書いてやると1が表示されます。ここで2桁を入れてみましょうか。12に出てみますね。そうすると、12というのがスクロールしていきますね。だから1桁以上であればスクロールしていくっていうことになります。そこで、文字列ですね。これをここに入れます。そうすると、最初に12、そしてハローっていうような形ですね。で、ここを、例えば、W、W、W っていうふうに入れると、ここで W、W、W というような形で、文字が表示されます。で、ここに、入れることができるのは、英数字、英文字だけですね、となります。で、かなを入れるっていうのは拡張機能として、そういう機能がありますから、それを追加しないといけません。基本的には、英文字ですね。アルファベットだけを入れることができます。次に LED 画面に表示ブロック。これはこういうブロックになりますけども、個々の部分で、例えばこういうふうに、左クリックですね、マウスの左クリックをこう押してやると、この点がですね、オン、あるいはオフになってきます。そうすると、ここで作った表示がですね、こういうふうな LED ディスプレイの上に表示されていきます。アイコンを表示ブロックっていうのが、最初はデフォルトでハートが表示されていますけども、ここを下三角を押すと、こういうふうなパターンを選ぶことができるようになっています。これ選ばれたものがここに表示されます。次は矢印を表示ブロックです。このブロックですね。で、選択肢、下矢印を選択すると、こういうふうにいろんなものの向きを選ぶことができます。それでは、先ほどのブロックを確認してみましょう。まず、LED 画面表示のブロックですね。これをこういうふうに選んでやると、こういうふうな形で
パターンを作ることができます。で、間違ったらここを押すと消えますね。こういう形で、作成されると、これが対応するものが表示されます。で、これを消します。はい。そして、アイコン表示ですね。これは、こういうような形でいろんなパターンを選ぶことができるんですね。で、これは複製するっていうことは右クリックで複製することができます。こういうふうに置くと、最初にこれ、もう一回リセットしますね。そうすると、最初にこれが表示されますね。というような形で、パターンを切り替えることができます。次が、消すっていうのをやってなかったですね。ちょっとこれ消すのをやりましょうか。そうすると、で、こう形で最後に消すっていう動作が実行されました。そして、あとは、矢印ですね。矢印は、ここで選択肢をここで選ぶことができるんですね。例えば、左上。こんな形でですね、プログラムを動かすことができます。次は、ずっとブロックですね。そして一時停止ブロックっていうのがあります。それからまた消すっていうブロックですね。これは標準消すは画面を消すボタンですね。ブロックになります。ずっとブロックはこれを永遠にこう繰り返すということになってきます。そして、こちらの方ですね。一時停止というのはミリ秒単位になってきますので、ミリというのは1000分の1秒単位ということですね。1秒だったら、1000っていう数字を入れると1秒に対応するということになってきます。その間、プログラムを止めて、やるっていうのがこのブロックになってきます。例えばこのずっとブロックの中に一時停止で、ここで1000ミリ、そして、表示を消すっていうようになってくると、こう1秒待った後で表示を消すっていうような形になってくるんですね。それでは先ほどの表示を消すずっと一時停止っていうのを動かしてみましょう。まずこれを消しましょうか。そしてずっとブロックですね。これを入れて、そしてここで、例えばハートマークを入れますね。そして、ここで複製して、ここにハートマーク、×印にしましょうか。これだけを実行すると、こう瞬間的にこう、ハートマーク、×印を繰り返しますね。ここで、この間に、一時停止、を入れてみましょうか。一時停止。ここですね。ここで、1秒休憩。これを1秒表示して、×印になってますよね。で、ここでもう一回ここを複製して、ここを入れましょう。そうすると、1秒表示して、これも1秒表示して、次にっていうような形で、ここを循環するようになってきます。それでは、プログラムの保存方法について説明します。こちらのボタンですね、押すと、マイクロビットの方にプログラムを書き込みます。で、
マイクロビットが USB ケーブルで接続されていない場合、あるいは認知、識別されていないときはですね、エラーが出てきます。その場合はですね、こちらのボタンを押してやって、コネクトデバイス、マイクロビットと接続というこのボタンを押してやってですね、メニューに従って接続してやります。そして、PC の方にですね、プログラムを保存してやりたい場合は、このボタンを押してやります。そうすると、ここに書かれたプログラム名前、プロジェクト名ですね、でダウンロードされていきます。プロジェクトの保存は、ウェブ上にも保存されますけども、PC へ保存する場合は、こちらの方ですね、フロッピーマークを使用して保存します。ここに書かれた内容で保存します。これを一回押すと、こういう形で上の方にですね、ダウンロードされたファイルの名前が表示されます。で、ここでダウンロード完了というのが出ますので、ここで閉じてください。それで、ダウンロードホルダーの方に保存されています。こういう形ですね。マイクロビットテスト04。すいません。ちょっと間違えました、ね。こちらの方ですね。こっちですね。マイクロビットテスト 05.hex って書いてますね。このファイルが、保存されたファイルになってきます。先ほどは PC の方にプログラムをダウンロードしましたけども、マイクロビットの方に、ダウンロードする場合ですね、マイクロビットの方に、プログラムを書き込む場合です。その場合、の操作をですね、ちょっとやってみたいと思います。まずはマイクロビットを、USB ケーブルでつないで、パソコンの方の USB ポートにつなぎます。そうすると、こういうふうに自動的にですね、マイクロビットが開いて、マイクロビットのホルダーが開いてですね、こういうような、画面になります。ここには2つのファイルがですね、保存されていることがわかります。こういうふうな形ですね。それから、こちらの方のエクスプローラーの方には、マイクロビットが一つのハードディスクとして認識されていることがわかります。で、もしですね、うまくつながらないときはですね、こちらの方のダウンロードボタンの横、この部分をこう押してやるとですね、コネクトデバイスというのがありますので、これを押してやります。で、こういう画面が出ますので、次へということで押してやります。そうすると、完了するとですね、つながったということがわかります。ですね、今、ここにですね、マイクロビットが、接続、どのマイクロビットに接続するかというのが出てくるんですね、この画面で。で、それで、接続っていうのを押します。で、完了ですね。自動的にうまく、接続できなかった場合は、今のような操作を行ってください。その上でですね、このダウンロードボタンを押します。そうすると、マイクロビットの方にですね、プログラムが転送されて、今のプログラムがですね、実行されます。今、ダウンローディードっていうような文字が出ましたよね。
それではマイクロビットを接続してプログラムをマイクロビットに書き込んでみたいと思います。まずこういう形で接続をします。そうするとこういう形で、エクスプローラーが立ち上がってですね、マイクロビットが接続したことが確認できます。これ一回閉じます。そしてこのダウンロードボタンですね。これを押してやります。そうすると、こっちがぐるぐる回るのが終わって、ダウンロードディードという文字が出れば、こちらの方ですね、にプログラムが書き込まれたことが分かります。で、初めからプログラムを実行するにはですね、こちらの裏側のこのリセットボタンですね、これを一回押してください。そうするとこういう形で初めからの最初だけブロックがですね実行されることが分かります。もう一回やりましょうか。こちらの方ですね、リセットボタンを押します。はい。それで、接続がうまくいかなかった場合は、このダウンロードボタンの横をこうクリックすると、今はうまく接続されているので切断の文字が出てきているんですけども、ここにコネクトという文字が出てきますので、それを押して接続をやり替えてください。以上で、終わりますけども、今回はですね、メイクコードの基本操作について勉強してきました。次回はマイクロビットの入力機能について動画を配信する予定です。ご視聴ありがとうございました。